こんにちは。今日も動画を見に来てくださりありがとうございます。今日は米麹作りの作り方をお届けします。初めて米麹を作る人や失敗してうまくいかなかった人はぜひ見てくださいね。まずは大好きなお花、娘が住んでいるリンツからの花だよりです。今回は失敗しない米麹の作り方を分かりやすくお伝えします。最後まで見てくださいね。麹作りは今年で15年目。これは去年作ったものです。作業前は手も道具も消毒を済ませておいてね。準備するものはこれだけです。木箱は主人が DIY で作りました。作業の手順を一コマずつ詳しく紹介していますので、それを何回も見て要領をつかんでください。洗米の始めは米が最初に水分を吸収するので、最初と最後は浄水器の水を使ってね。洗米は夜に済ませております。米のぬかを落とします。5、6回洗いました。洗米は終了です。お米の水切り数回に分けてざるを傾けてね。1時間水切りをします。強火で米を蒸します。蒸し器が沸騰したら米を半分入れ、蒸気が米の上まで出てきたら残りの半分の米を入れてセットします。約50分くらい蒸します。半分蒸し時間が過ぎたら蒸したお米を天地返しします。やけどに気をつけてくださいね。これをすることで米全体の蒸したばらつきがなくなりますよ。ひっくり返します。大事なポイント。天地返しは蒸したお米を均一に蒸すためです。これをするしないでは麹菌が米全体に広がってくれません。蒸した時間は50分かかりました。米蒸し終了。これから麹菌の種切りをします。米の蒸し具合を確認するのが遅れました。ひねり餅になるくらいです。布の消毒を忘れないでね。軽く湿らせた布と乾いた布の2枚がいります。蒸したお米を40度になるまで冷やします。種麹菌は Amazon で買いました。使用する量は 15g ぐらい。少し多めの方が安心感がありますね。丁寧に丁寧にほぐしてあげます。2回目の種切りです。
やはり丁寧に丁寧に混ぜてあげましょう。作る手順、時間配分は概要欄に載せています。コメント欄のあるところです。くるむとき少し固めた方が菌が活発に広がります。紙袋は温度が上がらなかったので途中で外しました。毛布の温度調節は時期や環境で若干違いますが、だいたい36度から40度くらい。次は11時間後にね。1回目のお手入れ、11時間が経ちました。発酵し始めてるのがわかります。温度は43度くらいになっています。混ぜて温度が37度くらいまで待ちます。くるんだら再びクーラーボックスへ入れます。少し冷えたのでホットパックを少しの間入れました。ここで大事なポイント。麹菌は48度で死んでしまいます。毛布の温度調節は中弱でうまくバランスをとってください。2回目のお手入れです。あれから14時間経ちました。2回米の温度をそれまで確認しました。温度を測ったら49度もありました。わあ、どうしよう。大丈夫かな。心配です。高い温度を下げるために混ぜ冷やします。39度、もう少しだ。37度に下げてから麹室クーラーボックスへ入れます。電気毛布の温度は弱の1にしました。ここで重要ポイント。時々米の様子を見てください。5時間後3回目の手入れ。温度は48度くらい。37度に下がるまで待ちます。この段階で混ぜるお手入れは終わりです。あとは仕上げになるのでかき混ぜるのはしません。麹が固まって花が咲くのを待つだけになります。電気毛布の温度を弱1に下げています。4回目のお手入れ5時間後です。木箱へ移し替えました。もうかき混ぜはしませんよ。麹が育っていくのを20時間待つのみです。木箱に移した後は温度は心配するほど上がりませんでした。確認のため中を覗いてみました。いい感じになってきてます。もう後半になっているので温度はびっくりするほど上がりません。ですが 2,3 時間に一度米の温度を確認した方がいいですね。あと少し育つのを待ってみましょう。20時間後仕上がりです。やっとここまで来ました。期待がいっぱいだよ。もう大満足です。しっかり菌が回ってくれています。
このようにもふもふの感じに育ってほしかったのです。麹は字の通り米の花ですね。麹さん、きれいに咲いてくれてありがとう。甘い麹になるはずです。この麹で味噌、調味料、甘酒などを作ります。甘酒はヨーグルトと一緒に食べます。美味しいですよ。当分の間、麹料理にはまってみようかな。作った麹でハート型を作りました。麹は発酵の王様、体のために良好に働いてくれます。この動画を見てくださった皆様、よし、やってみようと思っていただけたら、私はこんなに嬉しいことはありません。この動画が全面応援しますよ。米麹作り、作ってみると意外と簡単なんです。皆様もぜひ楽しんで作ってくださいね。本日はご視聴ありがとうございました。